今作品のマックス、キャラクターが変わってるところもあって、で変わってないところもあって、前作のマックスというキャラクターがすでに完成されてそこにあって、思い出の中にもしっかりと息づいているものだと思うので、そこを大事にしたっていう感じですかね。サフィーがノリノリの人だから、ここでこうしなきゃじゃなくて、なんかそのままいけんの。だってサフィーのまんまだもんね、とわちゃん。ライフイズストレンジダブルエクスポージャー。セリフの翻訳やボイス収録の過程でどのようにキャラクターの個性が追求されたのか、そしてローカライズプロデューサーが語る翻訳の難しさとは。 Are you campfire? Because you're smoking hot and I want some more. 最後に言ってるスモアっていうのがキャンプファイヤーで、マシュマロのそう I want more もっと欲しいがかかってるんですよ。ダブルミーニング。スクエアエニックスでローカライズをやっております高井沢と申します。マックス・コールフィールド役の田中久美です。よろしくお願いします。サフィー・ファイヤード役の雪音糸和です。よろしくお願いします。2015年に発売されたライフイズストレンジは、プレイヤーの選択によって物語の内容が変化するアドベンチャーゲーム。主人公のマックスはオレゴン州沿岸の小さな町アルカディアベイで起こるさまざまな出来事を体験します。時を巻き戻す力を持つマックスは、その力を使って発言や行動を何度もやり直すことで困難を回避していきます。しかしその行動の繰り返しによってやがて大きな選択を迫られることになります。そして2024年、ライフイズストレンジダブルエクスポージャーが発売。アルカディアベイの出来事から月日が経過し、マックスは名門カレドン大学で写真の講師を務めています。ある時、親友サフィーの死を目撃したマックスは、突然手に入れた平行世界に移動する不思議な力を使って殺人事件の真相に迫っていきます。今作でもプレイヤーは数多くの選択をすることに。それぞれの行動はどのような結果をもたらすのでしょうか。今回はローカライズプロデューサー赤石沢さんと、マックス役の田中久美さん、サフィー役の雪成十和さんをお招きし、翻訳の過程やそれぞれの役作りなど詳しくお聞きしていきます。まずは皆さんにシリーズ第1作ライフイズストレンジの思い出について聞きました。いやでも私こういうキャラクターあんまりないんですよ。そもそも私バイプレイヤーなんです。あんまり芯を張る役をやんなくてだからなんで逆に聞こうかと思ってマックスをそうキャスティングしてくださったのはなぜしっくり感しか自分の中ではなかったですよ。ワンの時はオファーですか、オーディションですか？それがだから全部赤さんのキャスティングだったはず。決め打ちでした。すごい。ビクトリアとかケイトとかも全部ね。すべてそうですね。はい、でした。それだったらもう、いや私はねプレイヤー側だったんで、結構私はファーストやってた時にこう没入感が好きだったんですよ。自分が本当にドラマの中入ってでいいところで曲が流れたりとか、学校のさ初めのさ長い廊下歩きながらここら辺にわちゃわちゃしている人たち、一人一人が結構濃いじゃない。でそれ観察してるのも面白いし、でそれでもスコッて入っちゃったから誰がやってるとかを珍しく気にしなかったの。うわ嬉しい。これは嬉しい。これは最高の賛辞じゃないですか。もうその世界だったの。あの世界に入って自分が動かす側になるけど、ただなんかそうね、そこではもう考えなかった。だから多分ねプレイしよう終盤ぐらいで、もう聞き慣れてるじゃない、マックスはこうだとかさ、みんなの声こうだってなって、そういえば誰だっけと思って、後になってからあれ久美ちゃんじゃんってなって、なんか不思議な驚きだった。大体初めに調べるのに。そしてちゃんとプレイされてるんですね。しましたよ。本当に結構失敗もいっぱいしたけどね、めっちゃ巻き戻したりとか、ケイト救うの大変だったりねなんかとわちゃんってアクション系のゲームをいっぱいやってるイメージだったから、こういうストーリー系好きなんだ。好き。だから RPG も好きだし、シミュレーションも好きだし、
協力ゲームも好きだから、みんなでなんかオンラインで村作ろうぜとかも好きだし、そうそうそう、結構何でもやっちゃう。結構ゲーマ結構ゲーマーだ。結構ゲーマーだね。そうそうそうーだから最後の最後までやってたことを教えてくれなかったんだよね。なんでと思って。多分一個ある、言わなかったの。なんで？悔しかったんだと思う。どうして？おやあの世界に入れてることに悔しかったのかもしれない。あ、そっか。で嫉妬とかじゃないけど、やっぱ自分がプレイして好きだったから、いつか自分もこの世界入りたいなはあったよ。入った。入った。いやそうなの。来てしまいました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ようこそ。びっくりした。だからこちらの世界へ。ね、台本もらってさ、こういうゲームのお仕事来てますって言われて、本当家で台本リハしようっていうか、ちょっと読もうたルビとか振ろうってなってる時に、一人で家の作業室で「えっ!」って言って「来た!」みたいな。ライフ来た。やった入れたと思って、この世界に。ちゃんとマックスが大人の女性になっていて、やれるかなってやっぱ多少の不安はあったんだけど、それを制作の人たちがちゃんと資料を細かく用意してくださって、マックスはなんか点々と街を移動して、あんまりこう関係性の強い人間関係を結びつけなくて、今に至ってやっとお友達と呼べる、サフィーとかモーゼスと出会ってみたいなところを全部すごい細かい資料を作ってくださってたので、すごいやりやすかったんですけど、本当にまた演じることができて嬉しいです。ありがとうございます。ここからはローカライズの工程について赤石澤さんにお聞きします。セリフの翻訳や台本制作はどのように行うのでしょうか。特に今回、お話しさせていただこうと思うのは、ボイスありのゲームで、いわゆる吹き替え日本語でやるというところ、特にその、役者さんの収録に至るまでの過程というところでいくと、最近ですと海外と同時発売のタイトルが多いですから、まずは、ゲームのデータ、それもまだ作り途中のものですよね。我々未だにやってる作業でいうと、まずはExcel ファイルですね、一時訳みたいなもので分業で作業したものを一つで統合して、そしてトンマナ揃えて、キャラクター性の肉付けだったり、あとは特に吹き替えがある場合、いわゆる尺合わせっていうやつですよ。我らもこれ聞くの楽しいな。本当ですか？我らはやっぱ台本来てからだから、そこまでにどういう過程がはあんまり詳しく聞くことないんで、それこそ同じセリフと文章量でも、役者さんとキャラクターで全く違うんで、そういう意味ではトワさんにはかなり無理していただいたかなっていう。まだいけましたよ。まだいけました。まだいけました。めちゃくちゃ早口なキャラだよね。そう早口。サフィーがノリノリの人だから、でしかも映像も子顔がかなり変わるじゃないですか。だからそれに乗ってけばいいだけだから、ここでこうしなきゃじゃなくて、なんかそのままいけんの。やりやすい。よいしょーっていけちゃうの。だからめちゃくちゃ楽と思った。だってサフィーのまんまだもんね、当時。2回目これもあってそのドンピシャキャスティングだったっていうのはあると思うんです。我々の中でもすごくイメージがしやすくて、これトワさんだねっていう、もうこのチーム内でもみんな納得の人選だったかなっていうのは思います。紆余曲折を経て、だから翻訳っていう工程がただ翻訳して即台本ではないっていうところですね。我々が俯瞰から全体を調整していくが台本感までです。で言ってもここから先もあるわけじゃないですか。その収録に挑むとたまには無茶してるやつとか、どうやって入れんだとか、なんか時々ね、本当時々ですけどね、どんなゲームでもそうだけど、こう収録するときにその我らが言うところの波形ゲーと呼ばれる波形、そうだ波形だ。もう一丁自分の方で噛み砕くと、この波形ゲーという言葉がなぜ生まれるかというと、テレビか何かでアニメとか映画外画の吹き
吹き替えの風景なんかを見るとその絵に合わせて役者さんがこう喋っているみたいなシーンがあるわけですけど、ゲーム特にその原音があって英語の音声があってこれに日本語が合わせなきゃいけない収録の場合、この海外ゲームの場合は画面上に無味乾燥のその波形、音の山の波ですね、これがボンボンボンとずっと貼ってありまして、それと台本が番号で符号されていると。で今から読むセリフはこの波々です。で波々を1回流すんですよ。1度目をまず聞いていただいて、2度目も同じ音が鳴るんですけど、ここでこの2度目の音にぴったり合わせて日本語のお芝居をしていただくということで、これがものすごい技術ですよね。時々こうもう終わりそうなのに1行入んないなみたいなの時もあったりするわけじゃないですか。ありますね。そういう時はもう入らないからしょうがないって思うようになりました。これはだから無理に入れようとすると人間味がなくなっちゃうんですよ。そうなんですよ。無理に入れることも可能だけど、だから例えばマックスだったらこんな喋らないなとか、マックスは余計厳しいんです。マックスはやっぱ、早口じゃないから急に早口になるとそういう意味がある、早口になる意味があるセリフになっちゃうから、やっぱそこはねキャラクターを維持したまんまできるだけその波形、原音の波形に合わせたいなとかいう。理想で言うとね、それが全部できていて一度で会えばいいんですけど、文章においてもやっぱり一つのセリフが一定間隔で喋ってるわけではなくて、今僕がこう喋ってるみたいに、原音に間がある場合、で今の僕のこうの部分にはまる日本語にしておかなくちゃいけないので、ここに入るの2文字だよねっていう、だから翻訳の文章の、日本語としての成立かつ英語のそのパクって僕ら言いますけど、に合ってるかどうかっていうところは割と収録の現場で、それこそ時には役者さんを巻き込みながら。でもすごいバランスでやってますよね。それ考えたら考えなきゃいけないものがいっぱいありすぎて。でも僕らの感覚からするとそこを大いに役者さんに助けていただいているというか、例えばセリフ一つを取ってもちょっと無理くりかなとか、説得力の面でこの英語原音のセリフほどの迫力があるだろうかこの言い回しはっていう時に、やっぱり役者さんに読んでいただくと、スッと入ってくるわっていうものにはなるので、よかったね。サフィー節といえばいいのかトワさん節といえばいいのか分かんないですけども、リズムがすごいあるね、サフィーのセリフってね、チャーミングなんだよね。結構日常、ぴょこ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 なんかルン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 してる時の方が多くて、シリアスなところもあるけど、なんか笑わしてやろう、なんか笑わしてやろうみたいな。だから似てるんだよ本当サフィーでしょ。多分似てると思うすごく。僕らはもうまず勝手に似てると思って、似てると思います。そこからだったので、セリフ全然ほぼほぼ違和感なかった。すごい。で一方でマックスに関してはちょっとでも無理するとバレちゃうキャラクターだったので、割とこの工程を現場で繰り返しながら最終的にはこれでいこうというものになっていくということですね。ということでですね、今日は開発のデックナインさんからコメントの VTR をいただいておりますので、3人で見ませんか。めっちゃ楽しみ。ここから先は本編のネタバレを多く含んだトークが展開されます。本編クリア後のご視聴をおすすめします。Biggest part of A Life is Strange story for me is that it feels very emotionally grounded, which is maybe unusual for an adventure game. Like adventure games as a genre tend to be pretty zany or pretty out there, but Life is Strange never, it feels like it could be real life, minus the strange elements. I mean, I don't know what your life is like, but to me it always just has to be grounded in reality. Yeah, I think for me the connecting factor between all installments in the franchise is this focus on empathetic, immersive storytelling, where it's an opportunity to put you into the shoes of someone else who is experiencing an entirely different walk of life, probably from yourself, but it's still very
like realistic and grounded and true to experiences another person's having out there in the world, and an opportunity to experience their story interactively, while also being like a fun supernatural mystery with powers and all these sort of things. But then at the end of the day, you're spending 10 to 15 hours with every button press, making you feel something, learn something, and just otherwise have an experience you really can't find in other video game franchises. I think that they have sort of a deep empathy for people and for people's both great moments and also weaknesses. Like there's a lot of bad choices in Life is Strange games, and people who might not be praiseworthy at times, but I think that all of the stories have just come from a really like place of like great empathy and understanding for where these people are coming from. Yeah, I think we almost get more out of the flaws of our characters, and especially our playable characters, than most other games would. It tends to be the thing that motivates what goes wrong in a scene, what creates the situation that now you're in a scenario that you have to figure your way out of. What do you do with two bad choices? And those bad choices are, those options are the result of some flawed decision that the player character made along the way. I think that's really endemic to the series, that you are playing a very real person in extraordinary circumstances. Right. We get into Max's head in a way that we don't really in most other games. Right. Yeah. Right. I want them to laugh, and I want them to cry, and I want them to feel good and bad, and all of the feelings that are in between. Yeah, I mean, I want folks to feel like they have just stumbled into the middle of this incredible supernatural murder mystery plot, and that they have all the tools at their disposal to figure out how they want to play their way through it, discover what's going on, who's really who and who's up to what, as they work their way through the story, and hopefully have a really good time getting to the ending. She's definitely more assertive, I think, than she was in the first game. She's less a wallflower. Yeah. She definitely takes less crap from folks. But at the same time, she still hasn't really dealt with her issues from the end of the first game. Like, she's carried that baggage with her on the road. Still terrible at talking to girls. Yeah, still makes a lot of dad jokes. Yeah. And so, yeah, in a lot of ways, there's a lot of things that's similar to 18-year-old Max as there is to modern-day Max that you'll discover as you play the game. It's hard because there's been plenty of time for the players to have Max that they're used to, because the Max from the first game is the Max that has lived in everybody's head for a decade. Yeah. And we're coming back and we're like, here's this new Max for you. Try this. We know that you love this flavor, but how about this flavor of Max? So that was a challenge. It's late in the game, but before the characters enter the storm, Max and Safi are having a real heart-to-heart, having it out in this critical moment where they think the only way out of their current predicament is that Max has to murder Safi there in the snow, because that's what the universe, the storm, what have you, is telling them. And Max absolutely refuses to make this choice again and says, screw it, we're figuring out a third option. And the way Hannah just seems to, rage against the idea that she'd have to make another terrible decision and has no agency, and then so completely decides to, basically grab the situation by the reins and take charge. Hannah does a fantastic job in that scene. Safi is a really important character to me. I feel like that there are not many characters like her in video games. And I think that everything she does is very understandable, and even when she does kind of messed up things, you're like, I understand why she did that. But I think for lines,
I always think about that she says at the end when she is telling Max that she needs that, like, you should come with me. Why are you gonna stay at Caledon with a bunch of people who just knife each other for tenure? And it's like, I think it encapsulates Sophie's sort of like anger and ambition. Like, she feels like that she's really limited by where she's at, and she just like, the world is not big enough for her. It's the first 3 scenes of the game where we know we're building to Sophie being found dead in the snow, and we need to make you care as much as possible about finding her there, and what you may have been robbed of with her being taken out of Max's life. But we only have a finite amount of screen time to get you there, to feel the same way about Sophie that Max does. And so every line, every facial expression, every gesture, and every single instance she's interacting with Max became very precious and became like just absolutely critical currency in getting the player to that place. Right. And I think overall we've been pretty successful. Yeah. Like, it seems that we did our job there, I think. I think that there's sort of like the arc of their relationship, the ways that they play off of each other in the beginning. Like, we have their like very sort of like rapport in the beginning where you can kind of tell that they each want the other one to think that they're cool. Like, but they don't know each other super well because they haven't been friends for actually that long of a time. So it's sort of like when you're like have a friend crush on someone and you're like, if this person doesn't think I'm cool, I will die. But then that leading towards the moment at the end, like the climax of the game, which is basically just them talking while the world changes around them in the storm, and just the sort of like intimacy that they get to, and right before Sophie realizes that the reason that Max suddenly understands her so well is because that she has a piece of Sophie inside her. She has a shard. And just the realization of, wow, I thought that I had found somebody who understood me completely, but that's not true because that's not possible. You can never find someone who completely accepts or gets you because that's just not a realistic thing to want. Right, yeah. For me, there's a scene towards the end of the game where Max and Sophie are having a heart-to-heart by the fireplace. And at this point, they both know about each other's powers. They have a lot of questions for each other about everything that's been going on throughout the mystery in Double Exposure. And it's just a conversation between the two of them, opposite sides of the room. And we knew we had this scene that was going to be very dialogue heavy, not a lot of puzzles, no powers. It's just two people talking. And the thing I would tell the team is, scene's going to be great because it is going to be the most interesting conversation two characters have ever had in the franchise, or the scene's not going to work. No pressure. And then the team did a really great job writing the scene. Hannah and Olivia did an amazing job performing the scene, and then everybody did a fantastic job realizing it and getting into the game and making it look and sound beautiful. Yeah, I think you get a little bit of every facet of Max and Sophie and who they are in the course of that scene, even if maybe some of the things that, like some of the darkness and things going on with Sophie that's only kind of hinted at, you don't really see expressed until later in the game, but it's there. Yeah. 開発の当初からマックスの成長の物語であるというところは、おおむね同じような見解理解を持って収録をしましたねっていうところをまずは思い出しました。はい。1の方の話をしてた時に普通にプレイヤーとして分かるって言ってたそうですよねって、やっぱお綺麗なとこだけじゃないね、人のちょっとなんかぐずっとしたところとかねじ曲がってるところとかまでやっぱ組み込まれてるから感情移入できるし、自分たちだってそういうところがあるからこその分かるよっていう没入感だったんだなと思って、間違ってなかったんだなと思って見てましたね。どのシリーズも半径3メートルぐらいのちっちゃな円の生活の中での悩みを解決しようとみんな頑張ってうまくいかなかったりとかいうのはシリーズ一貫してあるんだな。確かにそうですね。田中さん、雪成さんが演じたマックスとサフィー。
違った個性を持つ2人の人物像についてボイス収録を振り返り語っていただきます。まずはサフィーを演じた雪成さんにお聞きしました。思うこれに興味深い。たくさん傷ついたことのある人じゃないかなと。いっぱい辛いことがあるからこそのマックスとかモーゼスとかに対するちょっとこう笑わせてやろうじゃないけど、なんかこう多分私一番そこに共鳴してるのかなってサフィーには思うのが、私もあるじゃないですか、人生の中で辛いこととかいろいろあるけど、でだからそれがあったからこそ自分も人には笑っててほしいなとか、自分が受けた辛さを人には味わってほしくないな、だったら笑わせた方が嬉しいなみたいな感じのことを思ってるから、本当は心すっごい傷ついてるけど、でもそれをみんなにバンって言うような人でも本当はないんじゃないかな。でもそれはもう自分の中でギュッて思ってて、ただ私はこういう私では嫌だから、なりたい自分になろうとああいう行動になってるんじゃないかなってなんかふっと思ったんですよ。伺ってて鳥肌立ちました。あ、本当ですか？何度もサフィーが今の瞬間もオーバーラップするというか、サフィーのもう生い立ちを今ここで聞いてるような感覚だったから、いやすごいなと思って聞き惚れちゃいました。本当に合ってるかわかんないですけどね。いいと思います。それがいろいろ裏返って最後ちょっとヴィランに傾いていくのかなみたいな。だから爆発する感じもわかる。サフィーと同じ傷ではないけど、サフィーが持っているようななんか痛みを自分が知ってるからこそ多分出せるセリフはあるんじゃないかなと思ってやってましたね。演じてました今回。背筋が伸びますね。先ほどもローカライズの話がありましたけど、波形を見ながら全てのシーンがそうではないんです。シネマティックと言われるゲームの中のムービーでレンダリングされているようなシーンなんかは映像を合わせてそれこそ絵の顔を見ながら、この表情でこうやって口が動いてるかこうやって当ててみようっていうところを今作でもある程度はやったんですけど、今改めてこうやってトワさんからサフィーの人物評というのを聞くとこう役者って感じですね。ありがとうございます。はいこれは映像をご用意しているんですけれども、ゲームの比較的冒頭になりますかね、モーゼスが天体観測しているその、大学のキャンパス内でですね、ちょっと寒空の下、モーゼスとサフィーとマックスの3人が語らっているシーン、それぞれのやり取りで、キャラクターの人となりつつあるかなというところで、こちらの映像をご覧いただけますでしょうか。何を見に来たんだっけ？簡潔にね。砕け散った小惑星の無数の破片。1800万キロ先のね。これだからあんたたち2人は。実はいいことがあってさ、詳しくはまだ話せないんだけど、ビッグニュース。そこまで言っておいて教えないなんて。話が本決まりになるまではこれ以上何も言いたくない。怪しいな。とにかくお祝いに記念撮影しようよ。ならちょっと待って、カメラを買ったんだよね。せっかくだからこれで撮って。掛け声は？低体温症かも。モーゼスは低体温症です。来たかな。私はちょっと詩を書く。なんだと思う？秘密ばっかりでお互いよく会話が成立してるな、君たち。ねえモーゼス、サフィーのビッグニュースが何なのかちょっと知りたいと思わない？オッケー、いい考えがある。それなりの覚悟がいるけどね。でこっそりサフィーに渡すんだ。騙して受け取らせるか、どこかに忍ばせて。何、いたずら？いや、
これはゲームだ。ちゃんとルールがある。この王冠を渡されたら命令を聞かなきゃいけない。常識の範囲内でね。じゃあこれは何があっても絶対に負けられないゲームってことだね。気をつけて。サフィーの常識はあまり当てにできないからね。仕返しが怖いぞ。じゃあ行ってくる。手出し無用だからね。うん、分かった。正直勝ち目ないと思うけど。私だってやるときはやるんだから。いい題材なんか見つけた？月とかありきたりだけど、カール・サンドバーグはこう読んだ。月は孤独な人の話し相手。素敵。こんなに明るい月、オレゴン以来。あら、マックスが自分語りなんて珍しい。この町へ来たわけも知らない。知ってるでしょ？フリーランス地獄からヤスミンが救い出してくれたの。いつかマックス・コールフィールドが何から逃げてるか突き止めるから。本気よ。グミいらない？まだあるよ。うん、ちょうだい。ひどい。二人で私をはめたわね。ちょっと、女には一つや二つ秘密があるもんだよ。分かった。でも見逃すのは今回が最後だからね。王冠は返してもらう。残念。ありがとう。でもあと何日かしたらちゃんと話すからさ。誓います。あ、うわ、やば。はい、サフィーです。サフィア・ルウェリン・ファイアード。はい、すぐ戻る。はい、まさにサフィーのねキャラクターというところで言うと、やっぱり先ほども言われてたようにですね、どこかまだ特にこのゲームの冒頭というところもあって、仲はいいんだけれども、腹の探り合いをしてる、だからやっぱアガさんが言うようにやっぱまだ初手の方だからまだ楽しいねぐらいの深掘りしてないけど、お互い知りたいことはある。だからさっきムービー見ながらマックスに言うセリフがあるじゃないですか。この町へ来たわけも知らない。あれだけちょっとだけ私はあんたのこと知りたいんだけどね、言わないんだったら言わないでまだいいよみたいな。ただちょっとだけいつもこうしてたサフィーがでちょっとマックスの方をパッてちゃんとまっすぐ見たセリフだと思ったんですよ。だからあそこはあんまりふざけたくなかった。なるほど。そうだね。あそこだけストッて何かいつもと違うところが見えた。フェイシャルのアニメーションも相まってそうですよね。そうです。表情とのシンクロというところで非常に動きを伴う。そこでいかにこうシンクロする言い回しというか、特に短いセリフにしてもね、いいねなのかふーんなのか、ちょっとした相づち一つとっても、サフィーだったらどう言うかなっていうところっていうのがやっぱり、そうですね、顕著かなと思います。それはいくらカッコつけて見せたところで本当はいい人だし、私たちのことが大好きだから。やだ。まさにこういうやつでちょっとした一言がこれ何なのか。これ何個か選択肢ありましたもんね。ヤーダーじゃな、初めヤーダーじゃなくって、でなんか1個目何だったかちょっとふわっとしか覚えてないけど書いてあって、ちょっと変えようかってなって、そ
そのミキサー室の方で話し合って、これかこれかこれにしたいと思いますみたいな、じゃあ1個ずつやってみましょうみたいになって、かわいいそうかわいいとかもありましたね。で私はもうパッて見た時にヤーダーがいいなと思ってで、しかも1個目がヤーダーだったので、やってみましょうって言って、なんかこういう動きだから、でしかもこれじゃん、もうお茶目すぎるじゃん、もうやだん、でもやだじゃなくてやだんぐらいな感じ、やだんぐらいので やろうと思って1個目それやったら、あ、もうこれでいいですって、一発で着地したんですよね。したんです。これはもう一番しっくりきた。サフィーはこれだなって、私の中のサフィーはこれだなと、だからアガさんがこれがいいと思うっていうのが着地が一緒だったからよかったと思った。すごい、本当にトワさんにやってもらえばやってもらうほど、それはもうどれも正解に思えてくるもあるにはあるんです。続いて主人公マックスについてお聞きします。シリーズ第1作から月日が経過したことでどのような変化があったのでしょうか。また変わることのないマックスらしさをどう意識したのでしょうか。今作品のマックス、キャラクターが変わってるところもあって、で変わってないところもあって、先生として生徒と接するところは大人の部分で、モノローグに戻ると割と18歳の時からあんまり変わってなかったりして、だからそのまんまだなみたいな部分もいっぱいあって、チャーミングなマックスは変わらなかったです。変化というのが顕著にあったかとは思います。前作のマックスというキャラクターがすでに完成されてそこにあって、お客様の思い出の中にもしっかりと息づいているものだと思うので、いきなりその前段を飛ばしてそのまま文章通りというもので落とし込んでいくと、もうちょっとそのアグレッシブすぎるキャラクターになってしまうかなっていう危惧はあったんですね。なのでそこのところを気をつけて台本化っていうこともしてますし、プラスアルファやっぱり現場で久美さんとも相当何度もお話ご相談はしてます。特に収録の前半はひたすら週3っていうか週4ぐらいまでしたっけ、週4ぐらいでしたかね。そう、毎日来ていただいて、ずっと朝から晩までマックスをやっていただく中で、読んだ時にさすがにこちらも分かるんですけど、マックスっぽくねえな、割と英語で言ってしまうとF ワードっていうのもちょいちょい口走ってはいるんです。ですけどこれを例えばクソとかチキショーって絶対言わないじゃないですか。マックスだったらこう言うよねという、もうすでに完成されたところがあるので、前作から8年10年近く経った中でマックスという人がもう前作であるので、そこを大事にしたっていう感じですかね。できるだけ繊細なマックスのニュアンスも入れつつやりたいなとかいうような努力しました。順番も気にしましたよね。これを選択した時だけこっちに行きますとか、じゃあさっき失敗してからここは落ち込んだテンション入れていいんだとかっていうのは本当に一緒に読み解いていただきながら。そうですね、クロエが死んじゃった選択をした人と町が壊滅した選択した人の2パターンどっちもがこれをプレイできるようになってるじゃないですか。だから、全部撮ったんですよね。クロエが生きてたんだけども途中で別れたとかいうのを思い出すシーンとか、あそこは比較的序盤の会話で、そこをもって、サフィーのリアクションあって、ごめん変なこと聞いちゃってごめん、話題変えよっか、になりますもんね。だから、どっちも大切なものを失ったことには変わりないし、本当に泣いてセリフ言ってるシーンありましたね。クロエを失った前提でのマックスの時はなんかこう後悔がにじみ出すぎて本気で泣いてしまってて、ちょっと言葉としては濁ってたかもしれないし、ちゃんとクリアに出てないかもしれないセリフだったんだけど採用されてたからだからどっちの選択をした人でもプレイして納得してもらえるようには演じたつもりです
うまく言えないけどいやもう、ね、大丈夫、伝わってますよ。でもはいそれを久美ちゃんがさ、その1の時のことを思い出してさ、久美ちゃんが涙が出ちゃったってことでしょ。そうだね。っていうことはそれはまあ一番マックスと近しい人が涙が出たっていうことはもうそこでもう完璧に着地してるんじゃない。嬉しい。僕も同じ解釈です。だからあれはまあ絶対にもう一回やりましょうはないかな。その1回目がいいんですよね。そうなんだ。自分の中でなんか詰まっちゃってて大丈夫かなっていう。そう即だから素に戻って大丈夫ですかって言うから、いや大丈夫も何ももう大丈夫ですかっていうぐらい素晴らしかったですよっていう、でしたよ。いやなんかそんな気しますね。今私はそれを一緒に見てはなかったけど、なんとなくめちゃくちゃいい芝居っていうか、もう本当に芝居というか本当にいい言葉を紡がれたんだなと思った。嬉しい、実はねこのね指輪をずっとして収録してたんだけど、これ私にとってのクロエの象徴で、そうなんか蝶々さんいるなって思って見てたの。バタフライエフェクトのね。そうですそうです、これをもうモチーフで見かけてから衝動買いして一目惚れして買って、収録中も自慢をしていただいて、おおかわいい。今作ならではでサフィーがですね特殊能力で、変身をするというギミックって言ったらですね特殊能力があるんですけれども、そこで、サフィーがマックスになりすまして、マックスの家に潜入してというシーンがあって、なので、まずはそのシーン見ていただきましょうか。はい。ちょっと待って。さてと、退屈な日常に戻ってきたね。一体どうなってるの？何これ。嘘でしょ。こっちのセリフよ。あなた、私？これにはちゃんと理由があるって言いたいとこだけど。待って！おい！待って、お願いだから待って。わかった。それでどうする気？どうするって？あなたどこから来たの？もしかして未来？何の話をしてるの？まさか完全にイカれちゃった？わけわかんないよ。私の家で一体何を探してたの？あんたこそ何探してるの？何よあれ、暗室にあったやつ。ルーカスのこと、ビンのこと、グエンのこと、知らなくていいことを根掘り葉掘り、関係ないのに。そんなことない。サフィーのためなの。そうだろうね。でももううんざりなんだよ、その話は。ダメ、来ないで。
ったらやばい。この目で見たの。お願い、信じて。信じて。ふざけないでよ、マックス。ダメ。会話してた。できるだけトワちゃんのやってるサフィーに近づけるようにしたシーンってことですよね。そうです。サフィー節のマックスだね。マックスではないでしょ、ちゃんと。マックスではない。そう、マックスではないし、一言目本当にこんなセリフ取ったっけって思って見てた。ああ、嬉しい。素晴らしい。よかったです。ね。トワちゃんだったらこういう風に言うかなって。このシーンが、まあ特に今作撮ってて面白かったというか、すごかったというかですね、シーンで、片方が、田中久美さん演じるマックス・コールフィールド、片や、田中久美さん演じるサーフィーがマックスになりすましている様子というシーンでして、両方とも久美さんが撮ってて、これはもう台本上ね、スクリプトにはこのマックス（ダークだっけ）ダークマックスっていう書かれ方をしてまして、なのでこのダークマックスをどうやってお芝居していただくかっていうところはまたこれご相談のもとでいろいろやったんですけど、これはそこまでで撮ってあったトワさんのサフィーのテイクを事前にお聞かせするのプラスこの音声を収録する直前までサフィーの音声を流してそれを復唱するっていうことを直前までやって「はいじゃあ撮りましょう」っていうサフィーというかトワさんというかを降臨してこう下ろしていただいて、もともとの役者さんのリズムとか呼吸とかって癖があるじゃない。ある。それをできるだけね。そうなので英語の原音はサフィーの原音は置いといて、トワさんの日本語を今回はそう原音じゃなくて結構それっぽいセリフをいっぱい並べて、それを久美さんにお返しするとその場でもう同じようにこう喋って、そのシーンはそのシーンで、まあゲームには入ってないですけど見応えたっぷりでした。面白いね。もう本当にだからもう喋り方が違う2人のマックスがいるけどさ、声帯一緒だからさ、そう声は一緒にしたくて、ただなんかすごい不思議な感じだったみたいな。そうでもおっしゃってたのがその声帯同じ声帯をっていうのがもうまさにそのプロフェッショナルじゃないとわからないところで、だって人の声帯って一つだと思ってるからだけどそのゾーンみたいのがあるんですか？いや特に私は、おばあちゃんとか子供とか多岐に及んだ役をやらせてもらうことが多くて、あんまりこうなんて言うんだろう、キャラクターを変えすぎちゃうと声も変わっちゃうんですね。そうですよね。わかる。まあそれはね。だからキャラを意識すると、トワちゃんの音の高さに変わっちゃったりとかしちゃうから、そこをやりすぎちゃうとマックスの音域じゃないとか。マックスのまま節だけ入れたかったんだよね。そう。わかる。サフィー節というかトワちゃんの持ってるリズム感っていうか。で、久美ちゃんは上から下まで出るから、多分そのサフィー、私がやってるサフィーの音程にまで寄せることが可能なんですよ。本当はできる。やろうと思えば絶対にできるけど。いや節だけってむずいよ。逆に難しくて難しい全部のトレースの方が絶対に簡単だと思う。だけどマックス味がある、だからサフィーなまりのマックスができるわけ。そうそれだ。それ目の当たりにして、その時にだからおっしゃってたから今また思い出したんですね。声帯は変えたくなくてって言って声帯変わるみたいな。普通変わらないです。そうでもごめんなさい。でもその言葉のニュアンスがまさにそういうことなんだなと思って、まるっと寄せた方がそりゃね、ですけどキャラクターの特殊なところがなりすましていて、まさに変身していて、けど本人 VS 本人だからもうバレてるから、向こうは少なくとも寄せる芝居はやめてる。もうね、開き直ってる。けど体は一緒。
っていう状態であれになってるから、いや本当にあのシーンはすごかったですね。他のキャラクターに変身してる時は、他のキャラクターとしてサフィーが演じてるから寄っててもおかしくないわけですもんね、そのキャラクターの方に。そうなんです。サフィーはいろんな人に変身するんですけど、その本人と対峙するっていうシーンはないんですよ。ここだけさらけ出して字が出ちゃってるっていう。そうだから他のシーンではサフィーが化けてるにしろ、他の人も騙し抜いてるシーンだから、それでもやっぱり十和さん味というかサフィーのエッセンスはどの方にも入れてはいただいてるんですけど、わざとらしくなっちゃうとバレるというかやりすぎになるんで、後から分かって見直すと確かにちょっとここ違うかもぐらいになるように。ほんの少しでいいですよね、多分ここのマックス対マックス以外は。そうでここだけはバレちゃった仕方ねえになっちゃってるんです、だからマックスっぽくないことを言ってるマックスがあったから、それを久美さんがどう料理するのかっていうシーンでもう撮ってても楽しかったですし、その後こうやってねゲームに当て込んでみた時にうわすげえで、それなんだかんだやっぱりお見せする機会ないじゃないですか。だから今日お見せできてよかったな。ありがとうございます。十和さんにも見てほしかったですもんね。いやびっくりした、やった太鼓判を押してもらえた。いやニコニコみんながね、そう久美ちゃんとかもやったんだよ、そう言いましたもんね、言ってたけど、やったんですよ。いや想像の上の上の上ぐらいだった。やった嬉しい。今日なんか美味しいビールが飲めそうです。セリフの翻訳で必ず向き合うことになるさまざまな制約。最後のチャプターでは翻訳に苦労したセリフを赤石澤さんにご紹介いただきます。まずはマックスのセリフです。まずはこちらも映像からご覧いただいて、その上で、語っていこうかなと思います。どこかな？どこでしょう。And if I nudge it. Wow. Yup, still creepy. Are the teens using creepy to mean awesome nowadays? でこれが英語でして、これに続いてそこを少しいじってやれば。すごい。うわ、なんかえぐ。最近の若い子の間じゃそれは褒め言葉でしょ。ここのシーンを挙げさせていただいたんですけれども、原文では「Yep, still creepy」って言ってるところですよね。でこれが最終版では「えぐ」っていうことで、一応着地してまして、これまあ悩ましいところなんですけど、結局その翻訳って正解というものはないというか、いろんな解釈の仕方があって、なおかつ本当ならばもっと補足してこういうニュアンスだよ、そして尺が許すんであれば、もうちょっと文章で補足して日本語だったら言ってあげたいっていうこともあるんですけど、まあ先ほどから言っているようにそういったことは叶わないので、この一言「ぼ」っていう中に何をはめるのかというお題が投げかけられるシーンなんですけど、でこれ確か最初はなんか鳥肌っていう。そうです、一旦鳥肌が入ってたんですよね。そのクリーピー気持ち悪いですよね。そうで気持ち悪いっていうことだったりもするんですけど、当然気持ち悪いは入らないですよね、クリーピーというところに。その後褒め言葉でしょになるから、それって若者の中では褒め言葉でしょにつながっていくんで、肝で終われないんですよね。でそして肝はどうやっても褒め言葉じゃないっていうところで、このエグに関してなぜ選出したかというと、このシーンをですね、これ久美さんのアイデアなんですよ。
覚えてます？あ、そうなんだ。覚えてます。一旦ここみんな手止まったんですよ。なんか調校してますってなって、役悩んでるんだなってのは分かってて、でなんかヤバとか、そうヤバね、いくつか出てるんですけど、久美さんだったらどうしますみたいなのを逆に提案を促されて、相当悩んでんだなっていうのは伝わってきて、これすげえ悩みました。というのも当初少なくとも台本が正解ってことはないんですけど、一旦目の前にある字面が鳥肌になってたので、絶対違うと思ってこれは少なくとも違うっていう中で、さっき言ったそれって褒め言葉だよねっていうのもちょっと苦しいというか、いい意味の鳥肌はね、最近日本でも大いに言うんですけど、この短いやり取りの中でそれっていい意味だよねっていうためにはちょっと悪いニュアンスがもうちょっとないとっていう中で、それこそさっきの肝にとらわれてたんです、こっち側は。肝じゃ落ちないっていうで久美さんに振ったんです。言われて、最近の若い子が言ってるエグが思いついて、エグでどうですかねって投げたら、ミキサーの子がすごい若い女の子だったんですよね。でなんかみんなで満場一致してくれて、採用ってなってすごい嬉しかった。そうなんです成立したっていうのでそれをいただいたという、なので我々が仕事ができなかった瞬間ですね。みんなで久美さんに委ねて答えを導き出していただいたという。いやでも若者言葉ってどんどん変化していくじゃない。するね。で私ね、できるだけ使う努力をしてるんです。なぜなら明日の原稿にそれが書いてあるかもしれないじゃない。そうだね。じゃあちょっと前にマジマンジとか流行ってたけど、どこで使うんだろうこれとか思って。でもこれそれこそ脱線しかけた時に言ってましたよ。マジマンジ？言ってた。だからマジマンジもう絶対ダメじゃないですか。もう怒られるじゃないですか。だから当然ね、現場がねひたすら真面目なことだけ言ってても成立しないんで、いろんな発想を下ろすために多少ふざけたことも言うんですけど、今言われて思い出しました。もう言いましたよ多分。マジマンジ、いやないね絶対とか言って。ないけどとりあえず出してみようみたいな。もうありとあらゆる。肝、やばもね、やばいも出るんですけど、やばいはちょっと安直かなって思ったんです。でまたそこにマックスの人柄もあるじゃないですか。これが余計にマックス言うってだからエグもどうなのかと思いながらも、でも英語がクリーピーですからねというこの堂々巡りをするんですよ。ぐる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 の中にもう一石を投じて。でも我らのねちゃんとそうやって採用してくれるのも嬉しいよね。嬉しかった。その逆に聞いてくれたことがあんまりないから、そこでね出せたのも。いやそんなのいっぱい聞いてますって。そうでしたっけ？結構頼ってますよ。ですか？いやマジマンジだったら無理だったと思います。マジ。いやそれはマックスでは言えないっすっていう。シリアスな顔でね。さすがに。それを平然と受けるサフィーもサフィーですよね。それっていい意味だよね。いい意味だよね。よかった。マジマンジだよね。いやだからそれでやろうと思えばできちゃうところが恐ろしさなので、もう盛り上がるんですよ。これ答えだみたいな。で後からもうちょっと違うアイデアでっていうので翌日リテイクもありますしね。というのでもう本当に正解は一つじゃないというところくれぐれも。はい。Tell me you've got a terrible pickup line to share. Are you a campfire? Because you're smoking hot and I want some more. Oh, you're good. 超いい顔してんな。ネタになるようなひどい口説き文句ない？あなたは焚き火？お願い、私を温めて。いいじゃん。でこのシーンをご説明しておくと、バーにキモい口説き文句ランキングっていう大喜利といったらですけど、ネタが貼ってあるんです。でそこにありとあらゆるちょっと下ネタ寄りのものであったりとか、ジョークがね連なって書いてあって、そこにマックスも一つアイデアを出したいと、だからいろんな人に聞いてみようというくだりでキモい口説き文句探してるんだけどっていうやり取りがあって、それに対してあなたは焚き火お願い私を温めてでしたっけ、という日本語が落ちてるんですけども、英文はね
Are you campfire? Because you're smoking hot and I want more って言ってるんですよ。でこれはまあすごく順序を追って訳していくと、あなたはキャンプファイヤーですか、なぜなら、とってもスモーキンでホットで、I want more って言ってるんです。で I want more がこれもうひとひねり日本語ではやむなく落としたニュアンスであるんですけど、最後に言ってるスモアっていうのがキャンプファイヤーでマシュマロのそう焼くやつ、串に刺して焼いたマシュマロとチョコレートをクラッカーかなんかに挟んで食べる、あれをスモアって言うんです。でそれとI want more もっと欲しいがかかってるんですよ。ダブルミーニング。そうなんです。なのでまあだからキャンプファイヤーなんですよね。ですけどそれをじゃあ全部取って言ったところで余計わけが分からなくなるというところで、まあそれが常にまたつきまとう尺の問題と、そして前後の整合性というところがあって、とりあえずちょっと寒い口説き文句っていうところで、あなたは焚き火をお願い、私は温めてってだからここはもうまあ毎度なんですけども、とわさんのお芝居も助けられてるというか、その言い方でそれウケるっていうどうダサいっしょ。そうなんですなのでこれはお芝居あってのものだなっていうところで、これまた正解ではないんですけれども、一つこういったところがやっぱり落としどころとして大きくは変えられず、原音の言葉遊びがあって、そもそものシチュエーションとして、まあ我々日本人からするとどういうやり取りみたいなところがある中で、でも場面としてはさっさと進んでいくところなので、テンポよくいかなくちゃいけないっていうことでこれになったというところでこの場面をお出しいたしました。面白いですね。ちょっとねこれわざわざこんな言語化してみるとなんか、いやでもそうだよね。A イコール日本語にそのまま訳すと A じゃない、それぞれドンピシャで同じニュアンスでっていうのは厳密に言うとほぼないと思います。同じ意味合いでもやっぱ違う言語で聞くとやっぱ明るく聞こえるものとかあるじゃないですか。だからそれはもう僕は標準語と関西弁でもそうだなと思ってて、そうですね、僕もずっと関東圏なのでたまに関西行くとなんだそれだけであったかいなみたいな、大きにって言われるとなんだかすごい近い気がするなとかあるんですよ。だからこれ言葉の不思議なところだと思うんですけど、まあちょっとね脱線しましたけども、いかがでしたでしょうか。ローカライズには必ずしも正解と呼べるものはなく、翻訳やボイス収録の過程でさまざまな工夫が凝らされていることが分かりました。ちなみに私佐久間元樹はモーゼスを演じるにあたって好きなことにはつい夢中になってしまうちょっぴりオタクっ気のある若者を表現するように意識しました。ぜひ繰り返しプレイしてさまざまな選択肢を試していただきたいと思います。最後に出演者の皆様からプレイヤーへメッセージをいただきます。まずはデック9のお二人から。My message is just that I really hope you like the game. We've worked really hard on it and we can't wait for you to be able to play it. It's taken a very long time for us to make this game. It's taken a very long time for Max to make her return. And we really hope that you enjoy playing this game as much as we enjoy getting to work. こうしてもう一回マックスを演じる機会を得ることができたのは、もういろんな方のバタフライエフェクトがあったからだなって思っておりますなんか皆さんがこの作品好きだよとか、自分の中でのマイベストゲームはこれだよとか、泣いたゲームはこれだよって言ってくれた中に、ライフのシリーズだったり、無印のライフイズストレンジだったりを上げてくれたことが、こうして再び続編という形で戻ってきたんではないかなと思っているので、改めて本当にありがとうございます。そしてこの作品もぜひ愛してください。よろしくお願いします。そうですね、まあそのね、さっき久美ちゃんも言った無印の方のライフイズストレンジから私はそれはプレイヤーとしてやらせていただいてたんですけど、すごい没入感で、ね、いつかは自分もこの世界入りたいなは本当に思ってて、
まあでもそれがなかなか本当に叶うことってなくって、でこれがまた現実になって、ああじゃあサフィーっていう役どういう役かな、そしたら自分にもすごく突き刺さるところがあって、もうこれはなんかこの流れに本当に自然に乗れたんだなと、何かが私を呼んでくれたんだなって、それこそ赤さんがとか久美ちゃんとのこういう関係があったりとか、何かがちゃんとまあ奇跡的な出会いもあるけどタイミングがパチッとあって私はサフィーをやらせてもらえたんだなと。でその期待に応えるべくマイク前ではもう真剣に彼女と向き合い、マックスともね向き合い、やってきたつもりですので、皆さんもプレイしながら心をかき乱されてください。楽しんでください。ありがとうございました。今日はそうですね、本当にバタフライエフェクトですね本当になのでもうこれからね、新しいお客さんも今までのファンの皆さんもより多くの方にこの作品が届いて、このシリーズとしてね、まだまだこれで終わりじゃないと思うんで、続けていけてね、みんなでもっと楽しい現場していけたらなと、それでその熱量をね作品に込めて皆様にお届けできたらなと思います。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またご感想はコメント欄、 SNS でもお待ちしております。それでは最後に、あれ低体温症かも。モーゼスは低体温症です。